動画のスライドはウェブサイトからダウンロードできます。動画の後半、おまけではもっと速いスピードで少しだけおしゃべりしています。ぜひおまけのヒアリングにも挑戦してみてください。日本語に浸ろう。18、日本の年末年始。4、初夢。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。日本では1月1日のことを元日と言います。元という字には一番初めという意味があります。一年の一番初めの日、元日です。ところで、あなたは新しい年になってから夢は見ましたか？日本では新しい年になって最初に見た夢を初夢と言います。初夢の内容は新しい年を暗示していると言われています。一富士、二鷹、三なすび。これは初夢に出てくると縁起がいいものの順番です。いいことが起こる前触れや幸運を運ぶと信じられているものや出来事を縁起がいいと言います。なすびは野菜のなすのことです。初夢の中に出てくると縁起がいいもの。1位、富士山。2位、鷹。3位、ナス。確かに富士山は初夢の中に出てきたらいいことが起こりそうな気がします。また、富士という音は日本語の無事や不死と似ていることも縁起がいいとされている理由です。2位の鷹は空高く飛ぶ鳥です。高いという言葉は高い可能性や高い地位につながり縁起がいいとされる理由です。賢い鳥だからということも理由の一つだそうです。3位のナスは一つ質問です。あなたの夢にナスが出てきたことはありますか？私はありません。私は子供の頃、なぜナスが富士山、鷹の次に3番目に縁起がいいのかとても不思議でした。他にも縁起が良さそうなものがあるのになぜナス？ナスが3位の理由は日本語のナスとナスから来ています。一つ目のナスは何かすごいこと、偉業をやり遂げるという意味です。二つ目のなすは何かを生み出すという意味です。同じ音でも文脈や使う漢字で違う言葉になる日本語らしい理由です。
年が明けてから最初に見た夢で新年がどんな一年になるかを占う初夢を紹介しました。あなたはどんな夢を見ましたか？私は夢を見たことは覚えていますが、何の夢だったか思い出せません。でもいい夢だったような気がします。縁起がいい夢を見た人は今年はとてもいい年になりそうですね。そしてもしあなたが初夢に怖い夢や不吉な夢を見てしまった場合には、この夢は獏にあげますと3回唱えると悪いことはなくなると言われています。他にも夢の内容を笑い飛ばしたり、積極的に誰かに話すことで悪いことが遠ざかると言われています。どんな夢を見ても自分の心の持ち方と行動次第でいい方向に変えることができます。さあ、1月1日の元日から新しい年が始まります。今年もいい年にしていきましょう。幸せで穏やかな年になりますように。おまけ、ここからは普段のスピード、話し言葉で少しだけおしゃべりしていきます。本編とどれくらいスピードが違うかな、聞き比べてみてくださいね。さて、いよいよお正月です。お正月の動画は今回の初夢の他に、お正月料理、お年玉、初詣を皆さんに紹介予定です。なんだかちょっとしんみりした気分になる年末も好きですが、お正月の楽しくて華やかな雰囲気も大好きです。日本の童謡にお正月という歌があります。歌詞を一番だけ紹介します。もういくつ寝るとお正月。お正月には凧をあげて駒を回して遊びましょう。早く来い来いお正月。この歌には、あと何回寝たらお正月になるかな、お正月にはこんな遊びをしよう、早くお正月が来てほしいな、待ち遠しいというお正月を楽しみに待つ子どもの気持ちが歌われています。この歌詞の通り、私も子どもの頃はお正月が待ち遠しくて仕方がなかったです。お正月はお年玉という特別なお小遣いがもらえます。そして普段は食べないお正月の特別な料理が食べられます。親戚の家に集まっていとこたちと遊ぶのも楽しみでした。大晦日から三が日の期間は夜遅く起きていても許されたことがとても嬉しかったです。夜の遅い時間に家の外にいるなんてことも普段は絶対にできませんでしたが、大晦日の夜は深夜に家族と一緒に除夜の鐘をつけに出かけました。見慣れた近所も真っ暗で、いつもとは違う知らない場所に見えて、なんだかドキドキしたことを覚えています。それでは今回はこの辺で。お正月もチャンネルの更新を続けますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。最後に改めまして新年のご挨拶を申し上げます。新年明けましておめでとうございます。今年も皆さんにとって幸せの多い一年になりますよう心からお祈りしています。今年もよろしくお願いします。みーでした。またね。バイバーイ。